どうも、こんにちは。デミコです。はい。というわけで、はい。進んでまいりました。はい。はい。進んでまいりましたって。なんや、今日は4日目 ?4 日目、4回目。はい。4日目っていうことで、じゃあ、ちょっとやっていこうと思うんですけど。ですね、今日はね、天気悪い。今日は天気悪い。朝からなんかもう、曇っとる。曇っとる。気温が何度とかわかんないけど。まあ、あんまりいい感じじゃないね。なんか気がめいるような天気です。今日は完全に曇り中か雨降りそう。まあ昨日もね、雨降ったんですけど、まあ天気の話ばっかりしてもしょうがないんで、いつもね、天気の話ばっかりしてますけど、ネタがない時は天気の話っていうわけじゃないんですけどね。どんな気分かな今日はっていう話なんです。はいはいはい。それだけなんですけど。というわけでね、今日はね、やっていこうと思いますよ。はい。今日はね、今日何やっていくかって、やっとこうか。もう早速やっとこうか。はい、4日目はい。っていうわけで、今日やっていくのはですね、はい。こちら4日目、つまり4個目。こちらでございますね。はい。で、ちらっと見たかね、今ね。はい。で、こんなんをやってきます。で、これをスクエアでやっていくとどうなるか。これそっくりにはなりません。はいはい。毎回言いますけど、はい。そっくりにはなりません。だけど、限りなく近くやっていこうっていうわけでございます。でね、いろいろ考えたんですよ、実は。ちょっと待って、とりあえず見せるわ。どんな感じかね。はい。でーん。こんな感じになります。はい。なんかだいぶ違うな、雰囲気が。はははは。なんかだいぶ違う感じがって思うんだけど、ここだけなんですよ、違うのは。こっちは一緒なんですよ。でもなんか色の具合のせいなのか、なんかガチャガチャして見える。多分このせいかな。この辺があるからなんかガチャガチャして見えるような気がするんだけども、いやね、一瞬考えたんですよ。これ見ながらね。ここのとこだけ白く糸変えてやったら、できんじゃないのと。思ったんですよ。これ真っ白くね。もちろんできるんですよ。でもね、めんどくさい。やっぱりめんどくさい。ね、なるべくめんどくさいことないように、普通にやっていくと、まあこうなりますぜっていうので、もう今回やっていくことにするわ。ね。なんか、いちいちめんどくさいじゃないですか。ここで糸変えて、また運んでって、糸変えて、また変えて。いや、あれですよ。大物を作る時、例えばクッション全体をこうやってね、スクエアでバーッと広げてって編む時とかね、やりましたよ。以前やりました。はい。そういう方法もございます。だけど相当めんどくさいし、まあこれはね、そんなにねめんどくさいことにしたくないなと思いつつやってたんで、やりません。そういうことはしません。純粋にやってったらどうなるかっていう感じでね。で、スクエア純粋にやっていくと、これはこうなるんでございますよ。っていう話です。前置き長い。すいません。すいません。はい。じゃあ、進めていこうと思いますよ。はい。これやっていきましょう。はい。はい。やっていきます。ここで4日目か。まあ、いっか。はい。今日はそんな感じで。じゃあ、やっていこうと思います。で、今日は、こっちですね。交互にやってくる482。いや、なんか482番が足りなげな感じなんだけど、まあいいや。なんかいろいろあんだわ、これね。どうしようかな。これ途中で入れよう。ね、あんまり短すぎてもあれなんでね、最初が。なんかもうあれ、できてる。ほどきます。はい、ほどきますよ。ほどいて、でもこのぐらいでできるってことは、なんかブツブツブツ一人で言ってるけど、これやるか。やっぱりこっちだよ。はい。はい。じゃあ、やっていきたいと思います。では、はい、いつものように。くるりんと一回巻いて、はい。初めてこのモザイク編みのやつを今日初めて見るよって人もしかしたら万が一いるかもしれないんで一応言っておきます。モザイク編みっていうのは細編みは基本すべて筋編みでございます。はい。スクエアで編むときはそうです。平編みで編むときは端っこだけが普通の細編みしますけど、基本的にモザイク編みで細編みといったらすべて筋編みです。はい。なぜなら手前に残った筋が必要だからですね。はい。手前に残った筋のところに引っ掛けて長編みを編みつける。これがモザイク編みでございますから、それが基本でございます。はい。じゃあ、やっていきましょう。はい。くるっと巻いて、はい。やり方、輪の作り目のように、この四角の作り目でございます。はい。細編み4目の四角の作り目をします。はい。1目、細編みを入れて、角2つ、はい。ね、鎖編み。はい。で、2つ目細編みを入れて、角2つ。3つ目細編みを入れて、角2つ。4つ目細編みを入れて、角2つ。はい。これでございます。はい。で、これでピュッと引っ張ります。そしたら、これを、こんだけ余っちゃうな。もったいないか。まあ、いっか。はい。これを閉じます。綺麗に作るためにちょ待って。あ、
どうしようかな、閉じようかな、これ。閉じなくていいや。はい。閉じなくて、髪の毛が。はい。閉じなくていいや。ということで、ちょっと閉じるのやめます。はい。そんなこともあらな。中心によってね、中心っていうか、編む柄によって閉じるか。この真ん中が独立して、これだけでね、色ができてるやつ。前回、昨日やったやつ、どういったこっちで見ようか。ね。前回やったやつなんかは真ん中がね、ここ。独立してるやつですんで、こういう場合には閉じた方が真ん中が綺麗にできるんですけど、今回の場合は閉じても閉じなくてもどっちでもいいやっていう感じなので、今回は閉じないでいきます。はい。じゃあここまで編みましたね。ここまで編みました。で、そしたらここですね。ここ最初に作った細編みの頭に針を入れます。はい。で、頭に針を入れたら次の糸。あれあれ。はい、次の糸を持ってきて引き抜きます。はい、引き抜いて止める、立ち上がる。はい。はい、立ち上がりました。立ち上がったら、この立ち上がった目はとりあえず放置します。はい、放置してお隣に行きます。はい。最後にこちら立ち上がったところに編み入れるので、最初は立ち上がっただけで終了です。はい。で、隣の目に針を入れて、細編みを1つします。はい。で、角っこ2つ、鎖編み。はい。で、一辺3つございます。はい。この3つに全部に細編みを筋編みで入れていきますね。はい。筋編みはバックループを拾うだけですね。はい。拾って、細編みで角2つ、鎖編み同じように進んでいきます。1、2、3と細編みを入れたら角2つ。はい。で、また1、2、3と入れたら角2つ。はい。はい。で、最後のこの辺ですね、戻ってきましたね。1つ細編みを入れますね。角っこにね。はい。1つ細編みを入れます。そしたら2番目がさっき立ち上がったところです。はい。さっき立ち上がったところなので、ここに最後に、細編みをね、入れてあげます。で、この最初に立ち上がった目が出てきてる根元に刺してひっくり返してね、これでちょっとやったらここから出てきてるっていうのが分かりますから。で、ここにぐさっと刺して、で、次に編んでいく糸を引っ張り上げつつ細編みをします。最後にね。はい。そしたらギュッギュッと締めていただいて、はい。はい。こんな感じでできました。はい。で、最後の目がここ、普通に目が入ったので、そしたらお隣の目にまた針を入れて、糸変えて、はい、引き抜きます。引き抜いて立ち上がる。はい、立ち上がりました。立ち上がった目は放置でございます。とりあえず最初は。はい。なので、またお隣の目、前段で、これ、前段で鎖編みをしたとこです。そこに針を入れて細編みを1つ編みます。はい。そしたら角2つ。角2つ。はい。で、そしたら、今度こっちですね。はい。この段どうしていくのかっていうことになりますけれども、ここはとりあえず1つ細編みを入れます。はい。前段鎖編みのところに1つ細編みを入れます。で、糸がもう終了なのでちょっと足しますね。見づらいかもしれないけど、すいませんね。ですね。どれだ？はい。で、ここでちょっと細編みね。はい。細編みを入れます。1つ細編みを入れます。キュッと引っ張って、はい。で、そしたら1つ細編みを入れたら、次、長編みを編み入れます。はい。長編み1回引っ掛けて、どこに入れるかっつったら、前々段ですね。同じ色の糸のところの端っこ。ここの部分では、ここ、端っこ、鎖編みしたところです。鎖編みしたところの筋が残ってるはずなので、ここに引っ掛けて、長編みをします。はい。で、真ん中1つ細編み。そしたらまた長編みを今度はここ1個飛ばしてこっちですね。ここの目を編むことになるので、この目の一番このまま下行ったところですね。ここの筋です。ここの筋に引っ掛けて
長編みをします。はい。で、角っこ一番最後、前段鎖編みのところに細編みを、はい。ちょっと連れてくの忘れちゃった。まあいいや。はい。細編みを一つ入れます。はい。入れて、角2つ鎖編み。もう一回やります。一つ細編みを入れたら、はい、角っこ分かりづらいと思うんですけど、123って並んでる筋、一番右側、前々段の鎖編みをした部分です。そこの筋を拾って長編みを入れます。次、隣細編みで、そのお隣がまた長編み。はい。で、そしたら最後、前段の鎖編みのところに細編みを1つで、角2つ。はい、こんな感じですね、この段はね。はい、こんな感じになります。はい。はい。じゃあ、これ入れてきますね。細編み、長編み、細編み、長編み、細編み、で、鎖、鎖。はい、こんな感じです。最後の辺のところですね。一つ細編みをして、長編みを一つ入れますね。おお。扉が閉まりました。風ですね。はい。で、もう一つ、細編みができます。そしたらそのお隣、長編みになるところなんですけど、長編みになるところ、立ち上がったところですね。今ね。立ち上がったところ、最後に編み入れるって、前段ではここに細編みを編み入れました。この段では長編みを編み入れるので、上からかぶせるように、角っこのここを拾って、長編みをします。長編みをする最後引き抜く時ね、これね、最後ピュッて抜く時にこいつを持ってきます。白い次の糸を持ってきて、こう引っ掛けてあげて、持ち上げてあげて、はい。でこれで長編みをします。これでこの段が終了します。3段目終了。はい。でこれパカパカしてます。まだ。はい。ここの目のところ、最初に立ち上がった目のところにかぶせるように長編みをしてますけれども、これね、パカパカしてるけど、次の目、糸を変えて、次のお隣の目に針を入れます。4段目です。お隣の目に針を入れて、引き抜いて、立ち上がる。はい。これでパカパカしなくなりました。はい。こうやって止めます。そうするともうかぶって分かりませんから。はい。この長編みが、最初に立ち上がったところで長編みをするっていうのはいきなり長編みっていうのは難しいんで、一周してきたところで長編みをする。それの場合がモザイク編みの場合はその可能性があるんで、まあ最初立ち上がりはもう立ち上がるだけ。なので細編みも長編みも最初から入れるわけじゃないですよと、最後に入りますよっていう話ですね。はい。で、ここで立ち上がりました。ね、立ち上がった。今言った通り、立ち上がっただけです。ここ放置。で、隣の目、前段鎖編みのところですね。に入れて、細編み1つ。はい。で、角2つ。これはもう立ち上がるたんびに同じです。立ち上がりの場所がこうやって斜めにずれていくんで、モザイク編みの場合は。なので、常に角っこ立ち上がって隣細編みを1つして鎖2つ。私のやり方はですけども、いろんなやり方あると思うんですけど、私のやり方はこういう感じになってます。はい。で、そしたら、じゃあこの段はどうするのっていう話なんですけど、そしたら1つ細編みをして、で、ここで長編みをまた編みます。で、前々段の白いところの角っこ、鎖編みしたところの筋が残ってるはずなんですけど、まあぐっとこう探してもらって見たらわかると思うんですけど、ここですね。ここにございます。はい、ここにございますので、ここに引っ掛けて長編みを1つ。で、細編みを3つ入れます。1、2、3と入れます。はい。で、そしたらまた長編みを入れます。探します。見つかります。すぐ。はい、ここにございます。はい。で長編みをして、で角っこ1つ細編みをして、長編みじゃない、鎖編みを2つ。はい。もう一度。はい。細編み1つ、長編み1つ。
はい、細編み3つ、1、2、3で長編み1つ。はい。で、細編み1つで角。はい、こんな感じです。いやー、このね、モザイク編みのね、時にね、細編みっつったら筋編みっていうのと一緒で、長編みっつったらもうこうやって前々段の同じ糸。同じ糸とは限らないんですけど2色でやってる場合はね、同じ糸ですね。白とこういう色のものでやってる場合には、白は白のところに引っ掛けて長編みを編むっていうね、普通の長編みじゃないっていうことですね。はい。はい。で、最後のところ、長編み入れて、細編み3つ、1、2、3と入れたら、ここもやっぱり立ち上がったところ、さっき。なので同じことします。長編みになります。はい。端っこ、ここに引っ掛けて、次の糸を引っ掛けつつ、長編みを終了します。はい。ね、パカパカ。今パカパカしますね。はい。で、次、5段目。はい。で、5段目、隣に入れます。隣の目。ね。この白、さっき今編んできたところ、一番最初の細編みの頭です。そこに入れて、引き抜きます。次の糸をね、引き抜いて止めます。立ち上がります。はい。で、放置。はい。これまんま放置になります。で、隣の目に針を入れて、細編みで、角と。はい。これは常に一緒。はい。じゃあ、ここどうするのかっていう話なんですけど、この段は、特に何もございません。はい。特に何もございません。つまり、ずーっと細編みをしていきます。ずっと筋編みで細編みをしていくだけです。一周、これだけ。この端っこまで、前段のこの鎖編みとこね、前段の鎖編みのとこまで全部細編みを入れたら、角。はい。これだけでございます。なので、5段目は、超楽ちんちんでございます。はい。じゃあ、このまま一周していこうと思います。はい。はい、最後のとこまで編んできました。とりあえず7つ細編みを編んできました。そしたらここにぶつかります。さっき立ち上がったとこですね。ここは細編みを入れるところなので、一番最初にやったのと同じですね。この目が出てきてるところの穴に入れて、ピッと開くと、ここから出てきてる。ね、ぐさっと刺して、次の糸を引っ掛けつつ、ね、引っ張り上げながら、最後に細編みを一つ編みます。で、ギュッと引っ張る。はい。はい。こんな感じですね。これで5段目が編み上がりました。はい。じゃあ、6段目です。はい。6段目。隣入れます。はい。で、糸変えて、引っ張って引き抜いて立ち上がる。はい。ね、6段目。そしたら、立ち上がったら、隣の目に針を入れて、細編みをして、角2つと。はい。で、この段はどうしていくかっていうと、ここはですね、まず3つ細編みをします。1、2、3。はい。で、3つ細編みをしたら、次から長編みを入れていきます。5つ。1、2、3、4、5。はい、5個。はい、5個入れました。はい。で、また3つ細編みをして、角。はい、こんな感じですね。こんな感じになります。はい。で、ここで注意しなきゃいけないのが、長編みの連チャンですね。とりあえず3つ細編み。1、2、3。長編みの連チャンになりますので、これをちょっと注意しなきゃいけないね。はい。ちょっと、一番最初はね、極端に言うとですね、普通に編みます。長編みをね、編みつけます。はい。で、次の目。ちょいときつめ。3つ目、きつめ。気持ちの問題です。気持ちの問題。はい。気持ち。はい。
でちょいきつめで、まあ普通な感じといった具合に少し真ん中をきつめに編みます。で両脇を少し普通な感じで編んだら真ん中ちょいきつめに編みます。それやんないとちょっとブワッと広がっちゃう感じになるので、それを避けるために少しだけほんの少しだけ差をつけます。気持ちの問題です。いや気持ちの問題じゃないんですけど、なのでここはねちょっとコツなんですけどね、長編みが連チャンで続く時のコツでございます。はい、これはね前回にも前回だか前々回かどっちだ前回にも話したと思いますけども、はい、こんな感じで少し差をつけてあげると長編みの連チャンを入れた時にだいたいまっすぐになってくれます。はい、これやらないとなんとなく膨らんでっちゃうんで、まあ1回だけっつったらまだいいんですけど、これが続くことがあるんですね、柄によってはね。でそういう時はよっぽど注意しないと結構こう描いてしまうので、はい。で3つ細編み。じゃあこの段こんな感じですね。1、2とか言いながらもう最終段っていうか最終の辺のところに来てるんですけど、1、2、3で5つ長編み。はい。だから本当にね気持ちの問題なんですけど、まあそういうつもりで編めばまあそういう風に手が動くだろうということでね、はい、少し真ん中きつめでね、若干きつめでまあ両脇普通な感じということで5つ今長編み入れてきました。でここもう一つ細編みが入りますね。ここね1つ入って123の2番目、ここが立ち型とこになってるんで、ここも細編みなので同じように出てきた根元に針を入れてあげます。で糸を引っ掛けつつ、はい、ギュッギュッと引っ張って、はい、これで6段目が終了しました。はい、次7段目、はい、7段目いきます。ブスッとお隣に刺して、はい、引き抜いて立ち上がるとギュッと、はい、立ち上がりました。で立ち上がったらさらにお隣に行って細編み1つで角、はい。じゃあこの段どうやって編んでいくかって言いますと、1つ細編み、はい、そしたら長編みですね。前々段の一番端っこのとこです。前々段で鎖編みをしたところの筋ですね。ここに1つ入れます。はい。で1つ細編みを入れます。そしたらまたさらに長編みを入れます。はい。こんな感じですね。長編みで、そしたら5つ細編みを入れますね。1、2、3、4、5。まあとにかくね、長編みのところ、前段長編みのところは細編みしか入れられませんから、基本的には。はい。入れられないので細編みです。で、次。ここ。長編みを1つ。はい。で、細編みを1つ。で、長編み。ここの端っこですね。前段鎖編みのところに長編みを編み入れて、で、角っこ、一番最後の前段の鎖編みのところは細編みと。はい。で、角。この段はこんな感じになります。はい。こんな感じでやっていきます。はい。引っ掛けて細編み。はい。細編み1つ。長編み1つ。細編み1つ。長編み1つ。で、細編みを5つ。1、2、3、4、5。5。長編み1つ。細編み1つ。長編み1つ。細編み1つ。角。はい。はい、とりあえずここまで来ました。最後にここですね、長編みをこの後5つ細編みした後に長編みを1つ入れました。でその後1つ細編みを入れます。そしたら立ち上がったところですね、立ち上がったところに今度長編みが重なるので長編みを入れて蓋をします。はい、持ち上げて
引き抜いて、はい、こんな感じですね。はい。はい。で、8段目。引っこ抜いて止めます。で、これで立ち上がってますね。はい。で、1つ隣の目に入れて細編みで鎖編み2つ。ここはもういつも同じ。はい。で、次どうするかっていう話ですね。次、細編みを何個だ ?1、2、3個。3つはね、細編み3つします。1、2、3と細編みをしたら、ここの間、四角のところの間、ここに長編みを1つ入れます。はい、こうですね。で、そしたら7つ細編み。1、2、3、4、5、6、7。はい。で、そしたらまたここの四角のここに真ん中に長編みを1つ。はい。はい。で、角っこまで3つ細編み。で、角。はい。この段はこんな感じです。はい。細編みを3つ入れて、長編みを1つ。細編みを7つ、2、3、4、5、6、7で、長編み1つ。で、細編みを3つ。はい、こんな感じです。はい。ね、こういう感じになります。はい。1、2と。2、3、長編み。はい。で、とりあえずここの長編みのところまで来ましたね。ここの長編み編み入れた後1つ細編みを入れて、で、また立ち上がったところになってるんですけど、立ち上がったところ、ここは細編みなので、穴にぶっさっと刺して、次の糸持ち上げつつ、締めます。はい。ギュッと締めて。はい。とりあえず、これで何段目だ ?8 段目。8段目まで来ました。もう形になってきましたね。はい。で、次。はい。お隣の目に針を入れて引き抜いて立ち上がる。立ち上がったらその目は放置。はい。隣の目に行って、細編みを1つ。で、角。はい。で、ここに1つ。はい。この段、9段目。9段目はどうするかっていうと、細編みを1つ入れたら、また長編みです。はい。長編み。前々段の鎖編みをしたところの筋ですね。はい。拾って、一番端っこのところですね。はい。拾って、長編みを1つ入れたら、ここから全部細編みですね。そこの同じとこまで行くまでね。はい。細編みを何個だ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい。11、12、13。はい。13個。13個細編みします。で、そしたらここの一番最後の細編みのところまで来るので、前段がね、前段の細編み、一番最後のところまで来るんで、そしたら長編み。はい。で、一番最後の鎖編み、前段鎖編みのところに細編みを入れて、角。はい。こんな感じです。この段は本当、ここだけですね。こことここに長編みを下ろすだけです。はい。こんな感じでやっていきます。はい。一つ細編みしたら、すぐ長編み。はい。長編み。で、細編みを13、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はい、13と。はい。で、そしたら端っこに長編みを入れて、最後の細編みで角。はい。じゃあ、これで1段でいこうと思います。何段目 ?9 段目。はい、9段目でございます。はい。はい。はい、13個細編みを入れてきました。ね。で、その後、一番ここの、あれですね、前々段の一番端ですね。つまり、この段の立ち上がったところ。立ち上がったところが長編みにまたなりますんで、上からかぶせて、はい。で、また引っ張り上げつつ、はい、終了。これで9段目が終了になります。はい、いい感じになってきましたね。はい。ぽよんぽよんとしてますが、まあまあ落ち着きます。後でこれはね。はい。
で、そしたら、はい。いいよと、ギュッと。はい。で、隣の目に針を入れて、ね。引き抜いて立ち上がる。はい。で、ここは無視。この目は今んとこ無視して放置して、隣の目に細編みを入れて、角、角。はい。で、じゃあ10段目がどうなるかっていうとですね、もうね、もういやね、あれです。説明すること何もございません。はい。ひたすら細編みです。はい。筋編みでひたすら細編みをしていくだけの段でございます。はい。一つの目に全部細編み入れたら角にね、鎖編みを2つしつつ、はい。全部一周ぐるーっと細編みで、いつも通りっていうかね、普通通りに入れりゃいいだけの話でございます。はい。じゃあ、そんな感じなんで、特に、説明することもございませんので、一周していきたいと思いますよ。はい。はい。ここまで来ました。何個入れてきた？ 17 個 ?17 個入れてきたかな。はい。で、そしたら、この前段じゃないや、この段の立ち上がりのところに来るので、そしたらここも細編みになるので、同じように穴にぶっ刺して、これを引き上げつつ、最後に細編みを編み入れます。で、これ10段目ですね。で、10段目終了したらもう白は使わないので、ここは最後なので、ちょん切ります。で、ちょん切ったらピューと抜きます。で、これ糸処理してあげます。最後の段を編むときに、この線がきれいに出るように、ね、なるべくきれいに出るように、最後、なんだっけ。鎖目の、閉じ方をしてあげますね。鎖目の閉じ方。はい。ここ、最後残ってるこの細編みの部分、この上に新しく頭を作ってあげる形になるので、そのさらにお隣のこの鎖編みのとこですね。鎖編みのところに針を入れて、きれいに鎖目の閉じ目じゃねえ、閉じ方。はい。で、出てきてるところね。糸が出てきてるところに戻してあげて、で、ここ2本取ってくださいね。こうやって2本。2本取ってくださいよ。はい。2本取って入れると。で、そしたら、こっち戻します。はい。はい、戻してあげます。これで完璧よ。はい。で、あとは糸処理ですが、糸処理は巻き込んでいけばいいので、適当にこの辺に流して出してあげて、はい、こんな感じになりました。はい。で、あとは最後ですね。最後の段です。11段目。こちらね。はい。今、頭作ってあげたところ、最後、前段のこの最後の細編みの頭、ここに針を入れます。で、ここ、次の最後の糸、引き出して立ち上がる。はい。ギュッと締めて。はい。こんな感じですね。で、そしたら、前段の鎖編みのところに針を入れて、細編みを1つ。で、角っこ2つ。はい。そしたらこの段もただひたすら細編みをしていくだけです。筋編みで細編みをただしていくだけなので、なんてことございません。はい。なので、説明は、不要かと思いますので、このまま、自然な流れで、筋編みじゃないや、筋編みでいいんだわ。はい。筋編みで細編みをしていただければよろしいかと思います。はい。最後の段、11段目です。はい。じゃあこれで一周していきます。はい、最後の方まで来ました。ここ最後の一目ですね。最後の一目を編んだら、ここ立ち上がったところももちろん最後に細編みを入れてあげます。で、キュッと縛って、はい。これで終了でございますよ。はい。直近切ります。はい。で、そしたらさっき閉じたのと同じですね。最後に残ってる細編みの頭のところに新たにこう、頭を作ってあげるので、隣の鎖編みのところに入れてあげます。で、はい、頭を作ってあげます。
はい、2本拾って、はい、閉じます。はい。で、閉じたら、こっちに一度戻してから糸処理ね。どっちに入れるか自由ですけど、私はこちらに入れてます、最近。はい。その時によって違ったりもしますが、今回のモチーフは、まあ、こっち側に入れてるね、ずっとね。流行りなんですよ、今、私の中で。流行りっちゅうか、なんとなくね、こっちに、やっぱりこうやって、連れてって糸処理を編みながらすることが多いから、最後はこっちに入れてやろうっちゅう。それだけでございます。はい。はい、こんな感じで。はい、通しました。まあ、この辺もね、これは処理してあるね。これしてない。はい。これしてないからしてあげます。じゃあ、ちょっと糸処理ちょっと全部しようと思います。逆や。はい。というわけで、糸処理を全部してまいりました。ということで、出来上がりましたね。はい。同じですよ。同じものでございます。はい。同じものなんですけれども、心持ち小さめに編んでございます。はい。こっちはね、もうね、ちょっとね、ちょっと引っ張ったんです。もうすでにこうやってね、こう引っ張って、形をね、整えようと思って引っ張ってるんですけど、まあ、引っ張ったら同じぐらいになるのかな。いやー、でもこっちよりもちょいきつめに編んでるんでね、気持ち。はい。あんまりでかくなると、最後にね、まとめた時にでかくなっちゃうんで、まあ気持ち小さめに編んでるんですけど、これ縮んでくんねえかな、少しって思ってるんですけど、まあもしかしたら編み直すのはめんどくさいか。ね、めんどくさいね。このまま使っていこうと思います。前回もね、そんな感じで、2回目編んだ方がちょっときつめになってたかと思うんですけれども、はい。まあこんな感じで。雨上がりましたよ。はい。同じものでございます。こっちも小さいね。えらい小さく見えんな。どうなの実際。ちょっと待って。これね、測るね。11センチに収めたいんです。11センチ。まあ、11センチですよ。こっちちょいでかいんですよ。11.5センチぐらい。ね。まあまあ、このぐらいに収まったらいいなと思いつつ編んでますが、まあ、マジェコジェでね、なんていうの、つなげるときしていけば、まあ、なんとかなるかなっていう感じなんですけれども、だいぶ違う。まあでも、こっちは引っ張っちゃったからね。なんか言い訳みたいにしてるけど、はい。だいぶ引っ張っちゃったんで、まあ、これもこれから引っ張りますんで、そしたらいくらかでかくなりますからね、こうね、角っこがね。そしたら、だいたい同じぐらいに、ギュッと、はい、こんな感じ。大丈夫。はい。何やってんだって話ですけれども、まあこんな感じでね、編んでまいりました。はい。ですね、じゃあ比べてみましょう。はい、比べてみましょう。はい。はい。大元はこれでございます。はい。で、本日編んだのがこんな感じでございます。はい。サイズ的には問題ございません。はい。問題ございません。編んだ雰囲気としてはいかがでしょうか。ね。随分雰囲気違うよね。やっぱね。ここがあるのとないのと。私はこっちの方が好きだな。自分でやっててね、しょうもないこと言ってんだけども、まあでもね、まあいいんじゃないですかね。これを元にして、スクエアを作っていくっちゅう企画でございますから、毎回言ってますけども、はい。まあこんな感じになりますよっていう話でございます。はい。というわけでね、今日もね、頑張って編んできましたよ。次は、次はね、こちらでございますよ。こちら。ね。これも相当なんか雰囲気変わりそうな感じですね。相当っていうか、ここすっきりしてるからね。これ、どうしようもない。もうこれはスクエア編んでいく、あれで、しょうがないんだけれども、こうポッ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 と入りますね。ここね、まずね。そこが違いますね。で、あとここですね。ここが、白くならないで、ここは色になるんで、どんな雰囲気になるのかなっていう話ですけれども、次はこれをやっていこうと思いますよ。5日目はね。はい。ということで、4日目終了っていう話ですわ。いや、なんか楽しいね、でもね、これね。もう元にできてるものがあるっていうのはね、やる方としては楽でございます。はい。やる方としては楽ですけど、まあいいんじゃないですかね。はい。自画自賛。はい。自画自賛っていうのがなんつうのかな。これがね、出来上がった時にね、まあ、こう見比べたらちょっと面白いかな、なんていうふうに思ってるんですけど、まあでもね、こんな感じでね、モザイクは3つのはね、何でもできます。一応。はい。で、スクエアは、スクエアにした時と、普通に平編みで編んでる時の模様をね、
流用してもいいと思うんですよ。どっちもどっち。なんていうのスクエアで編んでたものを、もちろんそのまま、平編みの方に流用したっていいわけだから、でそういうのを考えるとね、またね、幅が広がるんでね、ちょっと面白いですよ。考えてると。これだけに使った、はい。で、そのアイディア終了っていうんじゃなくて、あ、こっちで使ってみたけど、こっち側でも使えるかなとか、そういうのできるんでね、私はね、結構ね、今回のね、これやってんのね、ちょっと楽しくやってますよ。はい。自分なりにね。こんだけ変わるんだと思って。パッと見でね、どうしようかなって思う部分もあるんですよ。実はこの先。ここどうしようって、ちょっと考える部分は確かにあるんで、ちょっとそこはね、アレンジするかもしれませんね。今日までやってきたのと同じように、ただやるだけじゃなくて、なるべく近い風に見せようってことを考えると、まあ、ここはちょっと譲るかとかね、ここはこんな風にしようかな、なんていう風に工夫っていうかアレンジしてもいいと思うんで、はい。まあ、そんな感じでね、以後また続けていきたいと思います。というわけでね、本日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次の機会に、すぐにね、お会いしましょう。ということで本日はここまで。では、さよなら。はあ、はい。いや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 、今日ね、本当にね、天気悪くって、朝からね、あれなのよ。別に調子は悪くないよ。調子悪いわけじゃない。調子悪いわけじゃないんだけど、こうなんかね、もやもやするような感じでね、天気悪いとやっぱりね、こう、鬱だよね、で、気分的にはね、と思って、で、ようやくカメラっていうかこうね、撮影をね、し始めたんですけど、撮影し始めたらね、みんな、知ってるよ。私知ってる。みんなが眠くなるってこと知ってる。自分やってて眠くなる。自分やってても眠くなるもん、自分でね。うん。まあまあまあ、でもね、編むのは楽しいんだけどね、これね、やり慣れてるっていうか、これ、例えば平編みとかさ、まあまあ、じゃあ、おまけいきますか。はい、おまけいきましょう。はい、おまけそう。でね、そう、自分でね、編んでるでしょ。でね、単調なのが続くとね、あれなんですよ。最近ね、寝るんですね、やっぱりね。編みながら。そうなの。で、この前もね、座ったままね、こう、ガーってね、カーってなってて、横にこう、なんて言うんだろう、倒れかかるって言ったらいいのかな。まあ、肘がこれあるんで、肘置きっていうの、なんていうのこれ。これ肘置くとこあんじゃん、これ、椅子の。なんていうのか知らないけど。そこに寄っかかる形でこうやって寝てたんだよね、この前もね。だからうちの家人がこう入ってきて、あとびっくりするじゃない、急に入ってくるから。急に入ってきて、私がビヨーンってさビヨーンって跳ね上がったら、それ見てむっちゃ笑われました。そんなことしょっちゅうですみたいな感じでね。編み物って眠くなるよね。でもリラックスの効果があるっていうから眠くなるっていうのはあながち間違いっていうか、それでいいんじゃないかなとは、私的には思ってますけど、眠くなるのでそれでいいんじゃないかなと。だから夜なんかも私ね、ベッドにね、この編み物持ち込んでこういった編んで、でそれで眠気を誘うっていうのもありかなと思ってやるときあるんですけど、まあ基本的には鍵針じゃないとダメだね。棒針でそれやったら悲惨だね。目が覚めた時に泣くことになるので、皆さんベッドにね持ち込む時にはね、棒針やめた方がいいですよって、そんなこと知ってるって話ね。鍵針オンリーで、行った方がいいと思います。危ないとかそういうことじゃないです。危ないのは危ないかもしれないんだけど、危ない以前の話ですね。目がこう落ちてる可能性があるってだからね、ベッドに持ち込むときはやっぱり鍵針が一番ですね。できるんだったら、私はね、ベッドでモザイク編みをねするとね、逆に眠れないっていうか、まあ眠くなる時ありますよ。あるけど、寝ようと思ってやるんだったらね、単純なやつの方が断然単純な方がね、眠くなりますんでっていう話で、何を言ってるんだろう。まあ私の頭も回ってないのかもしれないね、今日ね。まあこれやってる時はね問題ないんだけれども、いやー本当に今日はでもね、頭もやもやするな、朝からな。すっきり。いや大丈夫ですよ。調子悪いわけじゃないですから大丈夫ですから。というかね、お腹空いてきた。そういえばね、今日お昼少なかった。もうね、今ね6時半ぐらい、もうまだ夕飯には遠い時間帯なんですけど、うちからしたらね、こっち遅いんで夕飯がね、
大体ね8時ぐらいとかが普通なんですよね。こっちは。だけどうち一時期早めにしたんですけど、なんかまたねずんずんずれてきちゃって、夏になるとちょっとずれるんです、日が伸びるからね。でも今日なんか暗いからね、私はね多分ね暗さでねお腹すくんじゃないかなと思うぐらい、なんかもう今日はお腹すいた。もう今日はこれからご飯作ろう。ご飯作るわ。ということでじゃあね、バイバイ。